今回の動画では間もなく開催されることが予想されるイベント、オムニバスストーリー当下の序曲のイベント内容や、同時期に実装される可能性があるオペレーター及び専用コーデを紹介していきます。当下の序曲は在りし日の風を求めてや彼方を望むと同じ、複数の登場人物を中心とした別々のストーリーが語られる、オムニバス形式のイベントとなっており、大陸版のイベント名である当下の序曲という名前の通り、今後開催されるイベントたちの前日譚となるようなストーリーが多いことが特徴です。そのため、今回のオムニバスストーリーは今後のアークナイツのストーリーを楽しむ上では、かなり重要なポジションにいると言えるでしょう。ドクターはイベント期間中、通関券と呼ばれるポイントを、イベントステージや通常ステージといった殲滅作戦を除く理性を消費するステージにて入手し、ストーリーを解放することができる素材、事象のかけらや素材などを入手することが目的となります。なお、イベントステージは初回クリアであれば初回クリア報酬として、通常よりも多くの通関券と純正原石1個を入手することができるので、積極的にクリアしていきましょう。通関券の入手効率はこれまでのオムニバスストーリーと変わらず、理性1に対して通関券1となります。なので、特に月パス課金などを行っていない方は、イベントが開始する前に、その週の殲滅作戦を終わらせておくことで、少し余裕を持って全交換報酬を入手することができるでしょう。イベントステージは通常が5ステージ、強襲が5ステージと、ステージ数はこれまでのオムニバスと比べても少なめで、比較的規模の小さいイベントとなっています。強襲はこれまでと同じく、初回クリア報酬以外はドロップするものが存在しないため、クリアは1回でよく、BL4 の中級玄眼、BL5 の RMA70 の12の入手理成功率は通常ステージと大きく変わることはないため、わざわざこれらのステージを周回する必要はありません。というより時間効率から見ても、通常ステージよりも悪い部類に入るので、イベントステージよりも通常ステージを周回することをお勧めします。今回のイベントの報酬形式は他のオムニバスストーリーやサイドストーリーと同じ。イベント期間中に集めた通関券を一定数交換してアイテムを取得する形式となります。報酬はイベントストーリーを解放することができる事象のかけらや特殊オペレーターベナ各種育成素材となっており、無限交換枠の論面兵もあるためポイントが無駄になるということはありません。なお、必要となるイベントポイントの数はこれまでのオムニバスと比べてもほぼ同等となっているので、イベント前に特に何か準備をしなければ全て交換できないということはありません。私はベナよ。出てったっきりお家を忘れちゃったらしいおバカちゃんを探しに来たの。でもなんかまだやることが残ってるみたいだから仕方ないわ。私も付き合って残るわよ。ベナはこれまで実装されたオペレーターとは異なった能力を持つ新たなオペレーターで、ベナ自身は HP がゼロになってしまったとしても撤退することはなく、自身とウリ2つの存在であるアニーを呼び出し戦闘を続行。一定時間経過後、再びベナは自動でアニーと交代でステージに配置されるという、完全ではないものの疑似的な不死能力を持つオペレーターとなっています。詳細については後ほど他のオペレーターと一緒に紹介を行います。勲章の入手条件はこれまでのオムニバスストーリーと同じく、オムニバスストーリーの全開放とイベント配布オペレーターの入手のみ、アークナイツをプレイさえしていれば誰でも入手することができるものとなっています。ですので、勲章のために何かを準備したり、特定の行動をしたりといった必要はありません。当下の序曲ではイベントストーリーとして6つのストーリーが語られます。内容としては先述したように、当下の序曲という名前の通り、今後語られるであろう出来事の前日譚とも言えるようなもので、登場する各々の人物たちがそれぞれの道を見つけたり、新たな道へと進んでいくストーリーとなっています。大きな流れの序章とも言えるようなストーリーとなっているので、今後のストーリーを楽しむ上でもぜひとも読んでいただきたく思います。当下の序曲の同時期には、フェナ、インディゴ、キララ、カーネリアンの4人が実装されるものと思われます。フェナのみが当下の序曲の配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでのみ入手が可能です。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなっているので、イベント終了後も今回紹介をするオペレーターはスカウトにて入手可能です。それでは画面左から順にオペレーターを紹介していきます。
私はベナよ。出てったっきりお家を忘れちゃったらしいおバカちゃんを探しに来たの。でもなんかまだやることが残ってるみたいだから仕方ないわ。私も付き合って残るわよ。ベナはイベント、彼方を望むのアイリスのストーリー、不滅の童話にて姿のみが登場していた人物で、アイリスと同じく童話の守護者と呼ばれる子供から大事なものを預かり、その子供が大人になった際に完璧な状態で返すという、童話チックで不思議なことをしている人物です。姿こそは幼いものの、アイリスよりも童話の守護者として活動している期間は長いようで、アイリスよりもうまく子供から大事なものを預かることができるとのこと。そもそも子供へのアプローチの仕方がアイリスとは異なっているようで、アイリスは子供たちには良き姉という形で関わろうとする一方で、ベナは子供たちの友達という形で子供たちに関わろうとするようです。そして最も特徴的な点はアニーという存在でしょう。アニーはベナとウリ2つの人形ではあるのですが、意志があり、ベナがいなくても一人でに動き回ることができます。口数は少ないものの、喋ることすらもできるので、もはやベナの双子と言ってもいいかもしれません。アニー、準備はいい？このいっつもフードをかぶりっぱなしのやつに、私たちのアーツを見せてやるのよ。わかった、ベナ。ベナは自身の HP がゼロになっても撤退することはなく、配置されていたマスにアニーを配置し、アニーが戦闘を続行、アニーは一定時間後に自動でベナに切り替わり、ベナの HP が再びゼロになると、アニーが再度配置されるという、疑似的な不死能力を持ったオペレーターです。ベナがダメージによって撤退してしまうタイミングは、アニーを配置中に HP がゼロになった時のみであり、アニーはブロックゼロということから、遠距離攻撃しか受けないため、ステータスの数値以上にしぶといのが、ベナの特徴と言えるでしょう。また、ベナのスキルはどれも、自身の HP が減少していくというものとなっており、わざと HP を減少させてアニーと交代、ベナは物理、アニーは術攻撃という、HP 管理によって使い分けができる性能にもなっています。癖が強いというよりかは、面白い性能を持ったオペレーターというのがベナの正しい見方でしょう。はじめまして、ドクター。アリアと申しいえ、インディゴと申します。これまでは、東大の森人の見習いをしていました。これからは術師として、もちろん見習いとして、よろしくお願いします。インディゴは、ロドス加入前はイベリアの東大森の見習いをしていた人物で、ひょんなことからアズリウスと出会い、成り行きでロドスに加入することになりました。癖が強いロドスのオペレーターたちと比べると、インディゴ自身は至って普通の人物であり、すっとんきょうなことを言ったりすることはないのですが、いかんせん天然な部分があるため、命の危機が及ぶほどではないものの、たびたびアズリウスの毒に触ってしまい、気絶してしまうことがままあるようです。しかし、調合次第では致死性の毒すらも作り出せるアズリウスの毒に対して、インディゴはなぜか神経毒に対して高い耐性を持っているため、当初から効き目が想定よりも弱く、最近は毒への適応もあって、徐々に卒倒から完治までの時間が短くなっているとのこと。それでもやっぱり、うっかり毒に触って倒れているようですが。私ならもっとできる。確かに、私の光も以前より遠くまで届くようになってきました。ありがとうございます。これからも頑張ります。インディゴはアイリスと同じく攻撃をチャージすることで大ダメージを与えることができるタイプの術師ですが、アイリスは敵を睡眠状態にして強制的に攻撃対象から外すのに対して、インディゴはバインド状態の敵を自身の攻撃対象から外すという特徴を持ちます。つまり、アイリスの場合はコンビを組める相手がかなり限られてしまっていましたが、バインドであれば様々なオペレーターが付与できる上に、他のオペレーターの攻撃が止まるということもないので、アイリスよりかは火力は落ちてしまっていますが、他のオペレーターとのコンボが決めやすいオペレーターと言えるでしょう。元が元なので、癖がかなり強いオペレーターではありますが。キララです。よろしくお願いします。特に要件がないなら、もういていい。キララは、宴たちと同じ東出身のオペレーターで、宴からのおすすめもあり、ポリパシーの治療を行うためにロドスを訪れました。入植会話のセリフからもわかるように、リアルでの人付き合いがあまり得意ではなく、
ほとんどの時間を自分の部屋に閉じこもっていることが多い様子。ただ、人との付き合いが嫌というわけではないということ、電子関連に強いということから、時たま部屋から出てきた時は、オペレーターたちのちょっとした手伝いをしたりするため、いわゆる引きこもりに近い生活をしていながらも、交友関係が意外に広いという、ちょっと不思議な状況となっています。ロドスはゲームが意外と普及している環境でもあるので、キララの腕を買ってアドバイスをもらおうとするオペレーターもいるのだとか。ここまでお世話になったこと、改めてみんなにお礼がしたくてさ。いや、こういうことはさすがにメールで済ませるわけにはいかないでしょ。だから、いや、別に深い意味はないよ。ただそれを伝えたかっただけ。キララはマンティコアやイーさんと同じ潜伏型の特殊オペレーターですが、他のオペレーターたちからは少し離れた場所での単独潜伏を得意とした性能となっており、素質の効果によって常に HP は回復し続け、特にスキル2発動時の HP 回復は凄まじく、最大まで強化をすれば、そのスキルだけで HP はほぼ全回復するというほど。そのため、登場時移動しない敵がいるマスに配置しておいて、先制攻撃を仕掛けるといった使い方も可能です。マンティコアやイーさんのような敵を捕獲する能力はありませんが、耐久力と殲滅力に特化した性能のオペレーターにはなっています。こんにちは。君がドクターだよね。私はカーネリアン。ホーエンローエ伯爵の護衛を。ああ、ロドスではただの一般オペレーターだからね。うちの妹に余計なことを言わないように頼むよ。いいね。カーネリアンはリターニアの伯爵の護衛で、とある理由からロドスとの協力関係を結んでいる人物であり、見た目からもわかるように、ビーズワックスが探していた彼女の姉です。性格は、おっとりしたビーズワックスとは対照的で、いつもは物腰の柔らかな姉御肌のような人物ではありますが、戦闘時などは通常時の態度とは一変し、非常に乱暴的な性格が前面に出るという、極端な二面性を持っています。ただ、これは何かの精神的な病を患っているというようなわけではなく、サルゴンの開放的な文化とリターニアの建前の文化の両方で生活してきた結果とも言えるかもしれません。いずれにせよ、子供たちやビーズワックスにとっては良い姉であり、ドクターからすれば信頼できる人物ではある一方で、敵からすれば躊躇がないので、非常に恐ろしい人物と言えます。私はね、大事な人や抱えるものがどんどん増えていってるから、もう長いこと何も気にせずに好きに動いたことがないんだ。君がいいって言うなら、そうだね。一緒に思いっきり暴れようか。カーネリアンはビーズワックスと同じ公式切り替え型の術師オペレーターではありますが、最大の特徴はスキル SP が最大まで溜まってもチャージが終了することはなく、例えばスキル SP30 で発動できるスキルだったとしても、スキル SP は60までチャージすることができ、60までチャージした状態でスキルを発動すると、スキル SP をすべて消費し、通常時よりも強力なスキルを発動することができるという、スキル性能が2種類存在する2段階形式のスキルとなっています。どのスキルも必要な SP に見合った性能となっており、スキル1は特性の防御力と術耐性上昇の効果が発動したまま攻撃することが可能となり、スキル2は広範囲の敵に短い間隔でバインドを付与、スキル3は攻撃力が徐々に上昇していくという効果のため、初動のダメージは低いものの、中盤以降は一発4000ダメージを超え、最終ダメージは一発7000ダメージ超えという、凄まじいダメージの全範囲術攻撃を放ちます。通常時は攻撃できないというデメリットはありますが、カーネリアンはそれを補ってあまりある殲滅力を持つオペレーターと言えるでしょう。続いて、同時期に実装される可能性のあるコーデを紹介。
以上が同時期に実装される可能性がある専用コーデとなります。続いて、同時期に実装される家具テーマ、7の休憩所を紹介。以上がオムニバスストーリー当下の序曲と、同時期に実装される可能性のあるオペレーター及び専用コーデなどの紹介となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。